日本の少子化結婚しない人が増えたのは、やはり働きすぎて忙しい人が多く、ブラック企業が多いからではないかと思います。忙しすぎて恋愛でも考えられない、面倒は嫌という思考停止状態の人が多い気がします。少子化対策がお金払いよりゆとりが必要なのでしょうか。暇になれば、いつへの興味が生まれるのでは。ですね、お金がないからです。20代で年収700万円男性が超えてると、確か結婚率が7割とか、600万円で6割とかそういう感じで、20代で年収高い人は結婚してます。で、年収の低い人は結婚できません。なので、20代の経済状況という状況によって結婚率が下がってます。30代以上の結婚率でいくと、昭和の時代とあんまり変わんないんですよ。昭和の時代と令和の時代で何が違うかっていうと、20代が結婚しなくなった。正確に言うと、20代の平均年収の人が結婚しなくなったんですよ。年収600万だか100万とか高い人は結婚してるんですけど、相変わらず。ただ平均年収の20代が結婚しなくなってしまった。昭和の時代って、大学卒業して、2、3年働いて、それなりの会社に入って、2、3年働くと結婚してたんですよ。大学卒業して会社入ってて、大学の時の彼氏彼女とかがいて、25ぐらいになると普通に稼いでるから、これで子供できて結婚するんでなったんですけど、今の日本人の大学生半分の人が奨学金という名前の借金を負っていて、大学生卒業した人の 50% が平均300万円の借金を負ってるんですよ。大卒同士のカップルだと合わせて600万円の借金。子供を産むために仕事辞めるとか言い出せないよね。600万円借金あったらさ。っていうところに問題があるので、ゆとりというよりお金だと思います。大学タダにするとかやり方ありますけどね。AI が人間の仕事を奪うとマスコミを割いてるけど、海外と違って日本は少子超高齢化だから、今後は全ての全産業人手不足になると思います。やはり外国人に働いてもらうしかないのか、移民か日本相撲か、少子化は止められないので、ひろきさんどんな日本の未来を予想しますか。コンパクトシーンになろうと思いました。外国人を入れる入れないという議論は多分10年ぐらいで僕なくなると思ってて、まともな外国人は日本に来なくなります。まだ来てるんですよ。ベトナムとかで日本の技術実習生に払うぐらいの金額を払う会社はもういくらでもあって、なのでベトナムで大学に行けるようなまともな人はもう日本に来ないのですよ。ベトナムで真面目に働くような人もベトナムで真面目に働いてるから来ないのですよ。どちらかというと仕事がないような中途半端な人が日本に来るようなものが徐々に進んでいくと思います。で、技術実習生って中国人の割合ね、年々減ってるんですよ。確かね、もう 10% 以下とかじゃないかな。中国が経済的に良くなってくるにつれて、日本なんか来る必要ないよねってなっちゃってるんですよ、若い中国人も。じゃあベトナム人だってなってるんですけど、ベトナム人もまともな人は来なくなってるって感じで、なので外国人を入れたとしても、学習能力がそんなに高くない人、そんなに優秀ではない人、もしくは現地ではまともな仕事に就けないようなやらかしをした人というのが来るという国になってしまうので、なので結果として外国人の移民というのは助けになるよりもトラブルを起こす確率が高くなってしまうよねというのが現実問題発生し始めてしまうんじゃないかと思うんですよね。シリアの難民がヨーロッパに来た時っていうのがあって、で、シリアがやばくなった時に、まずシリアがやばいなっていうのが分かる層っていうのは、シリアの中でもそれなりな収入だったり、インターネットを使ってる層なんですよ。で、その層のパスポートを持っている人たちっていうのが、まずヨーロッパに来たんですよ。シリア人の医者とか、エンジニアとか、学校の先生とか。で、その人たちが受け入れますよって言って、ドイツが最初に手を挙げたんですよ。シリアの難民来たら受け入れますよ。なので、ドイツに最初に来た難民の人たちっていうのは、医者とかエンジニアとか学校の先生とか、英語を喋れる人たちなんですよ。なので、ドイツの中でも普通に働けたんですよ。で、その後に陸路で来た人たちっていうのが、もう本当にやばくなって、パスポートもなくて、何らかしら外国で働けるようなスキルもない人というのが陸路で来て、で、その人たちはお金もないので、まずイタリアとかブルガリアとか、ヨーロッパの東側とか南側の方で、仕事もできないけど、お金は欲しい。でも、うちの地域ではあげられないよっていうので、押し付け合うっていうのをイタリアとか、ブルガリアとか、そこら辺でやり始めてるのがあって、実はその難民って一括りにするんですけど、外国人とかも、上積みの人たちと中間層と、どちらかというと下層の人たちっていうのにやっぱり分かれるんですよ。多分その、日本の技術実習生とかが始まった頃は結構上積みの人たち来てたと思うんですよね。10年前とかは。
でも今はもうそこから10年経って、で、日本が GDP が中国に抜かれ、インドにも、ドイツにも抜かれて、っていう感じで下がってくると、やっぱり自分の国でよくねってなっちゃうので、自分の国にいられないような人たちっていうランクの人たちが来てしまうっていうのが現実だと思うんですよ。なので、介護をやったとして、実際じゃあ技術実習生の人が介護をやって、滞在期間も限られてるので、半年後に帰国をしますと決まっている時に、僕だったらなんか盗むよね。だってさ、技術実習生は基本的には期限が決められていて、何年以上は滞在できませんってなってるわけじゃん。したらさ、もう戻ってこれないんだったら、自分から日本に来ることはまずないよね。金かかるし、飛行機代かかるし。したらさ、やっぱ出る時にさ、なんか持ってった方がよくねっていう感覚になると思うんだよね。で、それがさ、誰一人やらないかっていうと、やっぱりやる人いると思うんだよね。っていう気がするので、低所得の人の仕事を外国人にやらせるという発想自体がよろしくないんじゃないかなというふうに思ってて、外国人の労働者を入れるということで、収入の高い外国人の労働者を入れることは僕賛成なんですよ。スクエアエニックスでゲームを作っていて、ゲームを英語に翻訳しますとか、フランス語に翻訳しますとかで年収1000万ですとかっていう人はもうどんどん日本で働いてくださいと。それでスクエアのゲームを世界中に売って大儲けしてもらって法人税払ってくださいと。西葛西とかでエンジンをやってるインド人の人とかが年収1000万以上あると思うんだけど、西葛西とかで一軒家を買ってお金があるからインターナショナルスクールとか作ってそこで英語教育とかをやってますとかっていうのもどんどんやってくださいと。なので収入の高い外国人が増えるということは国にとっては僕はメリットが大きいと思うんですよ。ただ低収入の外国人を積極的に入れるとかってマジ意味わかんなくねって僕は思ってるんですけど、まあでもね、日本人の多数派がそれを望んでいるのが今の日本政府でやってることなので、僕が理解できないことを皆さんは望んでやってるので、それは皆さんが決めたことなんでそれでいいんじゃないですかって僕は思いますけどね。はい。若い頃に比べると、皆さんはそう考えるんですか、へーっていう感覚がだいぶ強くなりましたね。多数決で決めるので、僕は基本少数派だと思ってるので、なので、僕はそれが非合理で間違ってると思うけども、多数派の人っていうのはそうやって考えるんだ、っていうふうに思っております。最近国民の間で愛子内親王殿下の人気が高まっており、読売新聞の世論調査で 64% が女系天皇賛成派で反対は 13% という結果でした。自民党維新の国民民主党賛成党保守党などは男系派優勢の政党なんですが、もし立憲民主党が愛子天皇の実現をスローガンに掲げて選挙を当たったら政権交代までいかないにしても今より議席を増えると思いますか？いや、あんま思わないですね。テーマにはなるんですけど、そのためにこの政治家に入れようというほどの大きなテーマではないと思うんですよ。生ゴミと可燃ゴミと不燃ゴミというのを同じゴミ処理施設で捨てられた方が便利だよねっていう風に思ってる人多いと思うんですよ。地域によっては東京都の一部とかは高温のゴミ処理施設を持ってるので、不燃物でも可燃物でも全然気にせず捨ててくださいってとかあって、これ便利だよねって思ってる人もいると思いますと。で、これを日本中でやりましょうってなったら、確かにうちもそうなった方がいいよねって思ってる人は多いけど、そのためだけに政治家に投票して政治家決めるかっていうと、そこまで大きな問題ではないと思うんですよ。それより物価高なんとかしてほしいとか、給料上がらない。物価高より僕は実質賃金の方が問題だと思うんだけど、物価が上がるのは当然なんですよ。だって世界中上がってるんだもん。世界中の物価は上がっている中で、物価高が悪いという言い方をするんだけど、問題は賃金が上がってないことなんですよ。実質賃金が下がっていることに問題があるんですよ。物価が毎年 2% 上がってるけど、給料が毎年 3% 上がってるんだったら、何の問題もないじゃないですか。問題ある人も多少いるかもしれないけど。なので、物価高を何とかしようって、これむちゃくちゃなんですよ。だって、石油の値段は上がってます。で、世界中インフレしてるから、いろんなものの値段ってずっと上がってるんですよ。アメリカで配管工やってるだけで年収1000万円っていう時代なんですよ。スイスでバーガーキングでハンバーガー食うだけで日本円にすると2500円の時代なんですよ。で、これは世界中物価上がってるわけだから、日本も物価が上がるのは当然だよね。だって輸入してるんだから。物価が上がったとしても買えるような給料をもらえる社会にしなきゃいけないよねっていうのが本来であれば要求すべきことなんだけど、日本人の人ってさ、物価高を問題にするよね。違うんだよ。実質賃金が下がってることが問題。名目賃金は上がってるんですよ。給料自体は増えてるんですよ。増えてない人もいるんだけど。基本的に給料自体は上がってますと。昔コンビニが1時間1000円ぐらいだったけど、今コンビニの時給が1時間1200円になってるじゃないですか。給料は上がってるんですけど、ただ、時給1000円が1200円に上がるまでに多分20年かかりましたと。その間に物価は毎年 2% ずつ上がるんで、
時給が上がる速度より物価が上がる速度の方が高いんですよ。なので、物価が上がる速度よりも時給が上がる速度を速くしなきゃいけないよねっていうのが本来要求しなきゃいけないことなんだけど、なぜか日本人の人は物価高に文句を言うんですけど、実質賃金が下がってることに文句を言った方がいいんじゃないかなと僕は思っております。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。